このようなエラー動作でクリーンを失敗していませんか？ローキャッチする際にバーが思いっきり降ってきてしまう。このようなテクニックエラーはバークラッシュと呼ばれています。ではそもそもなぜバークラッシュが良くないのか見ていきましょう。まずシンプルに考えて、バーをそーっと肩の上に乗せるのと高い位置から落ちてくるバーを受け止める、どっちの方がしんどいと思いますか？もちろん高いところから落ちてくるものをキャッチする方がしんどいですよね。クリーンでも同じです。高い位置から降ってくるバーをボトムで受け止めるより、引き上げた高さでキャッチする方が断然楽になります。バークラッシュがひどければひどいほどボトムから切り返すのが難しくなりますし、綺麗なフロントラックの姿勢を維持できなくなります。ウェイトリフティングではクリーンから立ち上がった後、さらに頭上までジャークしないといけないので、クリーンがしんどければしんどいほどジャークの成功率が低くなってしまいます。またバークラッシュがひどいとクリーンから立ち上がった際に立ちくらみする確率が高くなります。立ちくらみするリスクを少しでも軽減したい場合は、バークラッシュする癖を改善した方がいいです。バークラッシュをしてしまう主な原因は、引いた高さで受け止めるのではなく、とにかく座りに行こうとしているになります。トップレベルの選手の動画をスローで見てみると、実はボトムより若干上の高さでバーを受け止めています。リアルタイムで見ていると綺麗なフロントスクワットのボトムポジションで受け止めているように見えなくもないですが、理想的なキャッチの高さはハーフスクワットくらいです。ハーフスクワットくらいの高さでキャッチすると、ボトムでバウンドも使って綺麗に切り返すことが可能になります。これはクリーンのキャッチでフックグリップを外す人特有のエラー動作なのですが、指をバーから離すタイミングが早すぎるとバークラッシュしてしまいます。指をバーから離すのが早すぎると、潜る際にバーとの一体感を失ってしまい、最終的にバーが降ってきてしまいます。キャッチでフックグリップを外す際も、肩に乗せる最後の瞬間まで指を外さないように意識しましょう。では頻繁にバークラッシュしてしまう人におすすめなエクササイズを紹介します。パワークリーンからのフロントスクワット。パワークリーンした後にすぐ立ち上がるのではなく、キャッチした高さからそのままスクワットしましょう。パワークリーンする際には可能な限り高い位置でキャッチするのではなく、ミドルぐらいの高さで取れるようにしましょう。スムーズに行えるようになるまで練習して、この動作に慣れてきたらコンビネーションとしてパワークリーンからのフロントスクワットプラスクリーンをやってみましょう。このコンビネーションに慣れていくと、高重量をやる際に自然とローキャッチができるようになっていきます。コンビネーションの練習をする際には、自分のベストの 60%、70% 程度の重量で練習しましょう。高重量をやる前にウォーミングアップとしてやるのもおすすめです。ハングまたはボックスからのクリーン。膝上からのハングもしくはボックスクリーンをハイレップでやることをおすすめします。3から5レップ程度のセットで組んで、ひたすら蹴ったら潜る、蹴ったら潜るという動きを練習しましょう。膝上からのクリーンではスタートの構えやファーストプルのことを考えなくていいので、キャッチの動作に集中しやすくなります。テクニック的に床からのクリーンより全然簡単なので、初心者の方にはおすすめです。またシンプルにロークリーンの練習量を増やすことをおすすめします。一概には言えないですが、パワークリーンがロークリーンより得意な方はパワークリーンの練習量が圧倒的に多い傾向にあります。そういう方はシンプルにロークリーンの練習頻度を増やすだけで意外と上手くなったりします。軽い重量でウォーミングアップする際にも、わざとボトムまでしっかりしゃがみ込んでロークリーンの練習をしましょう。以上になります。では皆さん、ロークリーンの練習頑張ってください。